皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は中国における豪雨被害、そしてダムの崩壊により多くの人々が避難しているニュースなどを取り上げていこうと思います。中国国内の情報といえば大抵は中国共産党の統制がかかっていて、なかなかその実態というものがわからないことも多いのですが、今回のような災害情報というのは、その現場に立ち会った人たちがスマートフォンで撮影し、それがインターネット上にたくさん投稿されるので、その実態を私たちも目にすることができます。世界のどこかで起こっている災害というのは別に人事ではありません。日本でも同様な災害が起こる危険性というものはたくさんありますから、どんなことが起こり得るのか、そのことを知るためにも良い情報だと思います。それでは中国における豪雨被害のその様子を映した映像などを見ていきましょう。豪雨災害の予兆は先週から始まっていました。遼寧省では7月15日、2万4000人が避難。遼寧省で大雨、24のダムで常時満水超え。遼寧省では12日から多くの地域が激しい雨に見舞われ、局地的に非常に激しく降っています。強い降雨の影響で、遼寧省の全省で24のダムが常時満水、平常時にダムが流入してくる水を貯留する際の最高水位を超えています。この時の大雨は幸いにしてダムが破壊されずに済んだようですが、その後も北部地域での雨は続きました。遼寧省のお隣、中国内陸部内モンゴル自治区では貯水池の堤防が決壊しました。同市では17日の午前8時から翌18日の午後2時半までの間に平均降雨量87ミリ、最大降雨量223ミリの大雨が降った。貯水池は満杯状態になり、堤防決壊に至ったものだが、下流域の住民はすべて決壊前に避難しており、この事故による死者は報告されていない。しかし映像を見てお分かりかとは思いますが、かなりの被害が広がっていることは明らかでしょう。そして少し南に下って黄河流域の河南省へと目を移してみましょう。この地域においても大雨が降りました。7月21日、中国中部豪雨、約20万人避難。AFP 通信によると、同省では各地で記録的な豪雨に見舞われ、堤防が決壊した。この影響でまず第一報として入ってきたのは、工場の爆発事故の映像でした。地元政府によりますと、この2時間ほど前、近くの川が氾濫し工場が浸水。溶解した高温のアルミニウム合金と水が接触し、爆発したとみられるということです。そして豪雨は大都市の中心部も襲っていきました。大雨が降り続いたために地上では冠水した地域が非常に広大に広がりました。そして地下鉄にもこの水は流れ込んでいきます。インターネット上には地下鉄に水が侵入し、そのために車両そのものが水没していることがわかる映像が出てきています。要不要对面见个识？让他看一下。外面已经是。现在车厢量好几百人等待紧急救援，等待紧急救援。その後、救助隊員らが駆けつけたことにより数百人が救助されたとのことです。ただし、映像をお見せすることはできませんが、残念ながら溺死された方たちの映像というものもインターネット上では拡散されている状況です。中国における豪雨被害といえば大抵は三峡ダムに関わるものが多いわけですが、今回はそういったわけではなく北部地域における豪雨被害でした。この豪雨被害をもたらしたのは偏西風の蛇行と日本には来なかった台風のこの2つの要素が重なり合うことによって北中部における豪雨被害をもたらしたということです。1日に降る雨の量というものがそれこそ例年であれば1ヶ月分の量ですよといったものが集中して降ることにより河川から水が溢れたりダムが決壊したりといったことを引き起こしたようです。またこうした豪雨被害の中でもなかなか目にすることがなかった映像として今回ご紹介したのが地下鉄の冠水です。日本でも大雨が降ってそれが地下鉄に水が流れ込んでくる光景などもあるわけですが、今回ほどの被害になったことは私の記憶では少なくともありません。おそらくこの地域における想定降雨量というものをはるかに超える雨が降ったために備えが全くない状態でどんどんと水が流れ込んできたのでしょう。水を止めるための止水板であるとか止水用の扉であるとかそういったものがなければ地上における大量の雨水がそれこそ地下へとどんどんと流れ込んできて今回の映像にあるように車両がほとんど埋まってしまうような状況というものも
出てきてしまうのでしょう。また、今回ご紹介できなかったような非常に苛烈な映像などでは、それこそ多くの人たちが溺死しているのではないかと思われるような、そういった映像も出ています。この映像に出てきた北中部というのは、それこそ海とはかなり遠い場所です。プールで楽しむ人もいるでしょうが、多くの人たちにとっては、川で泳ぐこともなければ海に行くこともないような人たちもたくさんいるでしょうから、それこそ水泳を習ったことがないといった人たちもきっとたくさんいたことでしょう。日本においてはそれこそ学校教育の中において水泳という体育科目があるわけですが、中国においてはそのような必修科目としての水泳はありませんから、大雨が降ってその水が自分の背丈よりも超えた時に泳げないとなれば、それこそ命を失ってしまうことに直結してしまいます。日本の地下鉄においてはこのような大雨が降った時には、それこそ駅の出入り口には全て止水板を入れるといったような工夫などをすることがすでに取り決められていますが、そのような工夫をしてもなお水が乗り越えてくる可能性はあるわけですから、中国で起きた出来事だからあまり気にしないではなくて、このようなことから学べることがあるのであれば、日本の防御策にも反映するようなことをしてほしいと思いました。また、今回様々な映像が出てきたことからもわかるように、今では世界中で何かが起こった時には、その情報というものを手に入れることができます。しかし同時にそのような情報の中には目を覆いたくなるような惨状というものも目にすることがあります。インターネットの情報というのはそれこそ役に立てることができることもあるわけですが、同時に目にしたくないような現実も見せつけられることもあるわけですから、どうか情報の取り扱いにはお気をつけください。というわけで、今回は中国における豪雨被害の映像をお知らせしました。今回の豪雨災害により被害を受けた方々とご冥福をお祈りします。そして願わくはこのような災害から学べることがあるならば、日本自身もこのような被害を受けないような仕組み作りといったものにもぜひとも政府は取り組んでほしいものです。皆さんは今回のニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは次の動画でまとめにかかりましょう。またね。